これもひとえに連日盛大にご来場いただきました皆様のご支援、ご声援の賜物と心より御礼申し上げます。横綱の休場は大変遺憾ではございますが、力士たちは熱気ある取り組みを展開、ご期待にお応えできたことと存じます。今後も我々協会員一同は相撲道に邁進し、土俵のさらなる充実に努め、日本古来よりの伝統文化である大相撲の継承、発展により一層努力していく所存でございます。普段のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げご挨拶といたします。令和8年3月22日、公益財団法人日本相撲協会理事長、八角信義。4勝10敗です。一点この幕内に残れるかどうかというギリギリの状況まで来ています。勝てば残留が間違いないと思いますが、欧勝海時間です。行司は喜一郎です。がっちり右四つ捕まえました。これは欧勝海の形、つり出しました。欧勝海勝ちました。5勝目を挙げて番付が欧勝海は西の前頭11枚目ですので、これで来場所の幕内残留は間違いないと思います。立ち合い当たってから一回欧勝海が状態が入りましたね。腰が入りかけたんですかね。どうですかね。あまり見たことない。頭当たってるんですね。そうか。よくこの四つになりましたね。お互いちょっと衝撃が強かったんですかね。ただ欧勝海気がついてみれば、入ってるんだよね。さあ早くももう制限時間いっぱいです。ただこの場所もさらに懸賞が相当の本数ついていますので、懸賞の場内アナウンスが途中で終わってしまうような状況になるかもしれません。それはまずいんじゃないですか。今日19番幕内の取り組み、すべての取り組みに懸賞がついています。最低でも1本がついています。シスト富士星雲、新入幕の右側富士星雲、勝てば2桁白星となります。左からいなして後ろにつきました。送り出しました。これで富士星雲の敢闘賞が決まりました。今日の午後1時前からこの大阪の館内で三賞選考委員会が例によって開かれました。でその中で富士星雲新入幕力士で、こうやっぱり下から円を描くように、これで突っ張るような力士になると、やはり強くなるのかなと思うんですけど、富士星雲はそれは分かっているので、右手が飛んできて1発目2発目また来るなと思ったんで、うまくね。国から海外からは力士が入ってきています。時間いっぱいです。両手で先へ追い
前回しが取れないローが一方的でした。幕内に入って初めて金峰山がローガに勝ちました。いい突っ張りですね。ついた方がいいですね、金峰山は。金峰山ちょっとアクションいきましょうかね。では今日最初のアクション返しますし、で足の出も良くなってくる。そうですね。昔で私の時代のあけぼのみたいな感じですかね。なるほどね。こうやって腰も落としていくんです。照強引退しましたし、天空海も、今幕下に下がっていますしね。かつてね水戸泉さんとかね、北桜さんとかソルトシェーカーですね。そう、さて玉鷲土俵に上がってきて4勝10敗です。毎場所のように記録を更新してきました。今場所は幕内出場回数で史上1位となって、その記録をまだ伸ばし続けています。今日で1482回です。こちら琴恵峰は9勝5敗22歳、今まさに伸び盛りというところだと思います。差しに行きました。玉鷲の一気の出足でした。これは強い。玉鷲強かった。5勝10敗、千秋楽締めました。ちょっとタッチパイ行かせていただきますね。タッチペンで解説。玉鷲はいい立ち合いですけど、琴恵峰はね、刺しに行ったんですかね。普通に刺しに右四つに行きましたからね。顎を上げちゃダメですね。こうなんで、やはりこの立ち合いですよね。やっぱ顎を上げてますんでね、そこは気をつけてほしいかなと。対戦相手によってやはり立ち合いちょっと工夫していくのがいいかなと。今ここで勝てました。やっと。ね、初めてですよね、幕内で勝てたのがね。ただここまた番付上げていくと、これね、実力者が勢ぞろいなんで、制限時間というのは現在4分がめどですが、今日はもう全く4分ありませんので。さて時疾風5勝9敗、藤涼がこちらも新入幕ですが23歳6勝8敗。藤涼がは新入幕跳ね返されました。まだしかし入門から丸1年です。この押し相撲ですが、時疾風が得意の右の上手を取りました。上手が切れました。送り倒し、藤涼が勝ちました。7勝8敗で終わりました。スピー投げであれですかね。ちょっとアクションいきましょうかね。せっかくですくい投げを逃れるために離したんですよね。わざと手離したんです。それでちょっと失敗したんですよね。ここですくい投げきます。この後ですね。ちょっとそれが逆に右に入れると思ったんです。離して入ろうとした。でも腰が痛いんですよね。こうしてねテーピングがあります。藤井さんもあれですね。もう何時間YouTube でお話しされたりしてるんですか。YouTube はね2時間幕内中です4時からね6時まで、一場所5回ぐらいですがね、取り組みに合わせて適当な話をしています。この2人はしかし対戦が幕内11回あって9対2で宇良ですね。そうですか。外から行くからですかね。宇良内から行くのはなるほどね。はたいて今日は千代翔馬が勝ちました。腰が悪い中で10番勝ちました。千秋楽大勢のファンの前で優秀の美飾ることはできませんでした。宇良5勝10敗です。頭下げすぎですかね。ちょっとタッチプレーいきますね。ちょっと宇良今場所は頭下げすぎですかね。いるので今場所そういう状態が多いかなと。逆に上げてる時昨日も引いてましたよね。ちょっとやっぱりこの裏らしいこのバランスが良くなかったのかなと今場所思いますね。なるほど。早いですよね。本当ですね。ただね年齢がね若くはないのでね、大学を卒業してきてたりする力士多いじゃないですかね。そういうふうに考えるとちょっとねどうなんだろう、体の状態とかね、アマチュア時代に酷使してないかなとかね。それもあるかもしれないですね。確かに。さあ制限時間いっぱいです。
白の富士得意の左四つになりました。ここまでは回しを与えない体勢を作りました。上手を3番に来ましたが、そこを出ました。白の富士勝ちました。今日はうまい相撲でした。朝栗を破れて10勝5敗です。これは3勝はもらえませんね、この相撲では。ちょっとね、上手の取り方がね、押っつけていくとかね、そうでしたね。であとちょっと腰が高いですかね、はい、今日に限ってですよね、まあそうだと思います。はい、はい、多分気が抜けたかな。それにしてもね、白の富士は辛い場所だったと思います。左の足を痛めていて、先場所の終盤から痛めていて、稽古も十分にできずに乗り込んできた大阪です。そこでまた怪我をしてしまいました。もうこれ十分ですよね、白の富士がね。引っ張り込もうとしているんですけどね、この今、ね、右上手を取りに行くって、取りに行くことによって相手の回しを取りに行くので、取りますよね、そうするとこう状態が上がるんですよ、だから前に出れるんですね。巻き替えに行くのと同じような、同じです、はい。大里はまた小さい時からやっていたりするんですけど、また大野里とまた違うあれですね。じゃあ青錦のようにもう日本に来てほんのもう1年2年で、相撲界に入ってね。そうです、はい、ただ2人で共通しているのはすり足、はい、みんな足浮いてるんですね、若い子。さて土俵は一山本と御嶽海です。2人とも8勝6敗です。八山本まで来ているわけです。もろ手突きで止めました。これはあっけなく一山本は9勝目。これ引いたらどうしたんですかね。いやいや、もう完全に下がってしまいました。昨日褒めたのにこういう村のあるのも御嶽海らしいんです。声が出なくなっちゃいました。すいません、びっくりして、もう頑張ろう。8万で3勝もらえるってあんまりないですよね。あんまりない。舞の海周平さんが新入幕と次の場所連続で8番だったと思うんですよ。両方技能賞を取ってるんですが、ちょっと甘かったかなと思うんですけどまたそんな今前の海さんの相撲を取る人いないですよね。いないですもんね。さて琴勝峰も好調で、今回は兄弟で好成績で来ましたが、さあ時間です。行司は元木です。立ち上がらない。これは考えていませんでした。琴勝峰勝って3勝10勝が決まりました。これ考えてましたかね。その後の1回目の立ち合いで、そうですか。ちょっと朝紅龍も頭下げすぎでしたかね。相手見てないですよね、目。やっぱ目を開けてないといけないですよね。青錦さあ阿炎が今場所、かなり苦しい場所でした。前半6日間休場がありまして、最初は出ていたんですが途中休場がありました。背骨のちょっと突起している骨が折れたということで。いやでも休場してね、ここまで勝てるってすごいですよね。逃げるような相撲もあるんですが、それでもね出てきて勝っています。再出場してから4勝を挙げました。さあこちらは錦富士8勝6敗。時間です。振りました。これはさすがに耐えられませんでした。錦富士寄り切りの勝ちです。9勝6敗。阿炎は4勝6敗5日の休みでこの場所を終えました。
方針はですね、一発でしか抱え込んだんですけども、これを狙ってたんですよね。右からね振って出てくればって、そう簡単には出れないですよね。さすがの錦富士もね。一時中盤までは優勝争いの先頭にいました。乗ってる時は強いですよね。もう破壊力抜群の押しでした。隆の勝もそうじゃないですか。こちらもそうなんですよね。優はい勝争い、中盤までは演じていました。突きの強さを見せていた隆の勝。9勝5敗同士で今日千秋楽対戦です。式守勘太夫が合わせます。隆の勝は差しに行った今日は右が軽く覗きました。だんだん形を作りますが離れた、はたいてどうでしょうか。微妙ですがちょっと行司迷って西に軍配を上げました。隆の勝に軍配を上げました。物言いがつきました。つきますよね。これはねでしたね。でも隆の勝はこういう差しに行く、はいこう立ち合いできるんじゃないですか。右差しに行くことがあるように見えてますもんね。見えてますね。隆の勝の、はいだから手ちょっと上げましたもんね。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は隆の勝有利と見てあげましたが、隆の勝の足が先に出ており、行司軍配差し違いで豪ノ山の勝ちといたします。これは土俵には速さがありましたから行司も難しかったところですが、差し違いとなって勝ったのは隆の勝です。失礼、豪ノ山です。豪ノ山が勝ちました。攻めていっていました。技能賞の可能性が出ています。大栄翔、豊昇龍と青錦を倒しながらここまで7勝7敗ですから、ちょっと物足りないかなという感じもします。こちら正代も前半は良かったんですが、後半ちょっと息切れしたかのように4連敗、7勝7敗。目で受けましたが突き落とし、正代勝って勝ち越しが決まりました。大栄翔は負け越しです。勝ち越し出るまで離さないようにしてるんですよ。よくちょっと離しちゃうんですけどね。なんか当たってきましたね。まあでもどうかな、まだやっぱ正代も腰高いですかね。巻き替えての右からの突き落としですかね。大栄翔も当たって突き放せればよかったんですけどね、うまく足が揃ったところをやられてしまいました。10時だったんですけど、関取になればなくなるので。そうです。はい。まあでもなくなるっつっても全然監視されてましたんで、はい、監視って私は他人じゃなくね、師匠で父、はい、本物の親父ですからね。本物の親父ですね。まあうち母親も親父みたいなもんなんで。そうですか。はい。また怒られそうですね。平戸海と美ノ海です。足がいいんですが、これまた微妙ですが、ちょっと平戸海早く落ちたかな。物言いはありません。つかないですね。あれ、物言いなかったですね。軍配は平戸海に上がっていました。ちょっと美ノ海の当たりがと思うんですけどね。遅いですよね、完全にね。もう立ち遅れ、クリス紛れですけども。これ微妙ですね。ね、まだ負け越して来場所平幕に下がりそうですし、熱海富士が間違いなく来場所は関脇に上がりそうですが、その他の枠がまだ空く可能性があります。今日の一番大切ですね。これかなり大きいですね。はい、そうですね。熱海富士はそうですね。これもね、王鵬が引っ張り込む相撲好きじゃないですか。藤ノ川はそこをどういうふうにね、こう離れて相撲を取るのかなと思うんですけどね。中途半端が一番良くないので。差しすぎるのも良くないですね。いやでも差し切った方がいいですね。そうですか。肘で決められたり振り回されると、王鵬はそういう相撲が得意ですからね。埼玉栄高校の5年
先輩が王鵬、後輩が藤の川。藤の川勝てば技能賞です。呼吸ずれました。しっかり取りました。すくい投げ逆転、藤の川勝ち越しました。技能賞獲得です。左肘で決められるかなと思ったんですけど、いや、よく土俵際しのいで左からの逆転でした。昨日に続く左のすくい投げ、これで技能賞確定しました。当たりも良かったですね、右差しましたよね。これ左ね、中途半端だったんで、いつもの王鵬だったら振り回すと思うんですが、ね、左差し切りましたけど、今日の王鵬はちょっと優しかったかな。そうですかね、そのまあよくね、左をね差し切りましたよね。まあそこでもう本当これ逆転の救い。番付ひょっとしたらうまくいけば三役に昇進するですよね。揺らしながらね。土俵下でも揺れてますもんね。さて一方の吉野富士は初めての負け越し悔しいという言葉を昨日言っていましたが、去年の3月新十両、そして7月には新入幕、トントン拍子順風満帆できた吉野富士ですが、ついに負け越しとなりました。初めての対戦、吉野富士の将来を見据える上でもとても楽しみな一番です。いい当たりでした。右四つになってどうでしょうか。朝乃山の四つですが、おっと捉えた。朝乃山しのぎました。しかし上手はまだ取れない。形はまだ吉野富士です。頭をつけました。朝乃山に上手を与えてはいけません。すり寄り切りました。吉野富士勝ちました。右四つで朝乃山を破りました。アクションいいですか。まあ、何がいいというのはやはりね、藤井さん言うに、刺さるのは良くないですよね。なのでやはり左を固めてきましたよね。そういう点ではこうね、当たっていくっていうのを1回2回絶対刺されないようにというふうにしたんですけど、やっぱりね、朝乃山このね、左刺すだけでも強いですよね。これでね、上手取れればよかったんですが、やはりどうしても悪い方の足で振り回されてしまったので、そういう点では吉野富士が取りやすかったかなっていうふうに思います。ただこのやはり大関経験者の体の重さというのを負け越して経験するっていうのは、勝った時とまた違うのでいい経験したんだと思います。はい、調子が悪い時でさえやはり負けることも勝つことも経験というのは変わってくるので。今日の白星はかなり価値がありますね。いいんです。最後勝つのはやはり大切なので、大関昇進、再昇進となりますが、それが決まるのは水曜日です。連帯図式はないですよね。あります。ありますか。もう一回あるはずですよ。確かなかったあるはずです。まあね、そんな経験ないですもんね。2度はね。ないですね。大関横綱と経験しています。あるんじゃないですか。あれなかったかな。ちょっと今そう言われたら自信がなくなりました。いやいや。さあ土俵上、若元春と欧勝馬です。右のふくらはぎの痛みで相当苦しい思いをしましたが、欧勝馬盛り返しました。叩き込みました。欧勝馬が勝ちました。最後まで苦しかった若元春、左四つの得意の体勢にはほぼ慣れませんでした。腰を落とせないですからね。足はあるんでね。見たように痩せましたよね。そうですか。
欧勝馬が千秋楽勝って6勝9敗、若元春3勝12敗です。上手に手がかかっていたようです。上手投げ、欧勝馬が勝ちました。ちょっとね、曲げに手がかかりかけました。負けん気強いんでね、かなろうって感じでいくんですけど、東方の三役揃い踏み、扇に例えますが、その扇の要に横綱の豊昇龍、前2人は小結熱海富士と、そして昨日優勝を決めた関脇の霧島です。三役揃い踏み、西方の揃い踏みはその扇の形を返した前に要があって高安、関脇です。後ろに大関の青錦と琴櫻、今場所は2日目に横綱大の里を破りました。そして大関2人、琴櫻にも青錦にも、先場所の決定戦で敗れた青錦にも勝ちました。です。右四つに行きました。高安が上手を取りに行きました。相手に裏手を与えない体勢に右から下手投げ、高安勝ちました。連敗を止めました。熱海富士の3勝はありません。9勝6敗で終わりました。ちょっと膝から崩れました。自分が予想してた相撲と全く違ったんですね。そう、私も高安がまさか左の上手を取りに行くっていうのは考えなかった。うまいって言ったんです。そういうところですか。はい、こううまさですよね。はい。これは高安考えた、これ弓矢の矢をまず受け取りますね。いや考えてますね。上手を、左の上手を取りに来ました。本来右の上手で高安は得意の形です。考えずにね、熱海富士はね、もっと当たっていけばよかったですよね。ちょっとっていう予想と違う立ち合いだったから、あれっていうふうに思っちゃったと思うんですよね。そんな感じですね。確かに。これ足見てください。左の足で。これ崩れるのは、これ大きい人の崩し方なんですよ。決定戦で優勝おめでとうというこのメッセージもありますが、さあ霧島が、優勝は優勝しました。でもその大関返り咲きというためにはやはり千秋楽締めておきたいところです。昨日のね、若徳三賞はもうほぼ的中という感じでね、霧島の殊勲賞も、それから藤ノ川の技能賞も、ただ残念ながら熱海富士は勝てなかったですから敢闘賞なりませんでした。さあ霧島どうでしょうか。まず胸を合わせてはいけません。時間になりました。つかながら左を入りましたが、琴櫻が体で出ました。押し出し琴櫻2桁、久しぶりの優勝をした時以来の2桁10勝目。霧島、昨日今日と敗れて12勝3敗で終わりました。相撲ですよ。
戸桜、これならもうね、14番勝った優勝の時のね、そうですよ、相撲ですもんね。腰を落としてですね、ちょっと体動いてないですね、霧島はね、昨日もちょっとね、青錦に中に、じゃあ回しをつけて今顔上がっちゃってますもんね。そうですか。辛抱しきれてないですよね。このね、腰を落としていくって、これね、琴櫻のこれやられたらたまらないですよ。こう前出して怖がらないじゃないですか、腰引かないし。はい、そうですね。ちょっと霧島は、体ですかね、精神的面ですかね。ちょっと安心してしまった面もあるかもしれませんが、それにしてもあまり印象、横綱ってもう負けたらやめるしかないので、ちょっと苦しいですよね。当然周りの力士たちも青錦をどう起こすかということを、その一点だけでも相当研究はしてきていると思います。体重の調整をしてるんじゃないですかね、青錦が、どのぐらいが自分でいいかという、多分それを考えてると思うんですよね。やってみると分かんないですからね、大きくして、ただただ大きくしてるわけではないので。さあ時間です。豊昇龍も横綱としてのもちろん意地もあります。もう青錦に負けるわけにはいかないでしょう。青錦もまだこの相撲界に入って一度も負け越しという苦い経験はありません。今日が21歳最後の日です。明日誕生日を迎えます。その21歳最後の日を勝ち越しで締めくくることができるかどうかという青錦です。左の下手取りました。強引な投げに行きました。掛け投げ、勝ったのは豊昇龍。青錦初めての負け越しです。そして豊昇龍意地を見せました。ようやく、決定戦も含めて6回目の対戦で青錦に勝ちました。来ると思いました。右さえ、外だろうが内だろうが来ると横綱はああいう投げ方するんで、青錦としてはどっか怪我してるかもしれないですが、まだ投げの返し方は分からないですよ。そうですか。やっぱりそういうね、経験していないことがいくつもまだあるということで、ちょっとスロー見てアクションできますか。じゃあ今場所最後の、取り組みに関するはしましょう。その前に一度、いいよ、考えてますよ、豊昇龍もね。いつもみたいに右差すだけじゃないので、ただこれはあまり良くない状態なんですけれども、ここの返し方がこれ外掛けみたいに言ってますね。これはもう豊昇龍からしてみればもうラッキーなんですよ。足を上げていけばいいんですから。青錦も小手投げを防ぐための左の外掛けだったと思うんですが、それが致命傷になりました。状態上がっちゃってるんですよね。ワンポイントでちょっと、こういう形になると、これも横綱これ得意なんですよ。ここから右投げるのも、下手投げでこう強引に言えば見えますけども、彼にとってはこの下手投げっていうのは有利なんですよね。右側が軸にして横綱ってこう戦ってますので、そこで今日投げを打った時にちょっと後ろ向きましょうか。足かけてください。これかけることによってこれ状態が上がっちゃうんですよね。これで上がってしまうので、これだと攻め方が間違えてるわけですよね。逆にちゃんと青錦としてはこの内側切り返しながら出ないといけないんですよ。ただここは切り返しても上手い人はこれ河津掛けでこう返せるんで、そういうのもこうやっぱり今勉強中だと思います。こういうね、一度この本場所でこういう経験をしたときにこれはいけないな、一番こういう方がやってはいけないですよね。切り返しきましたもんね、状態が。でも切り返しいけば横綱今度河津掛けでもいけるので、まだまだ攻め手がいっぱいあるんですよ。
得意ですからね、こういう投げ方、その通りですね。ようやく、横綱もほっとしたことでしょう。初めて青錦を破りました。で今横綱豊昇龍に代わる上戸の読み取り式がありました。さあ今日は霧島が敗れて優勝の成績は12勝3敗ということになりました。琴櫻2桁、そして豊昇龍が初めて青錦に勝って青錦負け越しという綱取りから一転、来場所はカド番で迎えることになりました。さあこの後は花田さんが選ぶ今日の一番ということで、それからABEMAでは表彰式優勝パレードまで全てお届けいたします。